はい、こんにちは。よしひこです。本日はね、Adobe Lightroom だけを使ってモノクロファインアート現像をしてみます。元となる写真はこちら。これはね、先日大阪の中之島というところで撮った、日中というかね、早朝の超長時間録音写真です。データを見ると240秒 F8ISO64 となってますね。カメラは Z7 で、レンズはニコンの PCE24mm というシフトレンズを使っています。まずは料理番組のように先に出来上がりの作品を見てください。こちら、ライトルームだけでモノクロファインアートに現像したものです。主に使ってるのね、ほんと、もうマスクだけです。たくさんのね、マスクを使って、現像しています。その手順をね、今回は動画で説明していきます。では一旦ね、ちょっとカラーの写真に戻ります。まずはね、元の画像を複製します。右クリックでね、バーチャルコピー。僕ちょっとメニューが英語なんですけど、適時日本語に読み替えて進めてください。それほど難しくないと思います。これがね、コピーですね。こっからモノクロにしていきます。モノクロする前、ホワイトバランスとか、触っても触らなくても、どっちでもいいんですけど、ちょっと調整してからモノクロにします。はい、モノクロになりました。プリセットがね、いろいろ用意されてます。B&W02、B&W03、04、05、06。あまりね、正直言ってそんな大差ないです。この辺のプリセット。なので特にもう Adobe Monochrome 最初のやつから進めます。はい、Adobe Monochrome に戻しました。ここからね、現像を進めていきます。はい、まず1番目、とりあえず暗くします。だいたいマイナス 2.5EV ぐらいで、だいぶ暗くなりましたね。さらにハイライトも下げていきましょう。ハイライトもマイナス100にしてしまいます。ここでちょっと見てほしいんですけど、このシャドウ、黒つぶれウォーニング、黒つぶれ警告。結構このね、青い部分が黒つぶれしちゃってるんで、なるべく黒つぶれしてるところはなくしたいので、シャドウは上げ気味で、もうシャドウはプラス100ぐらいにしておきます。こういったね、溝の奥の方、この辺がね、黒つぶれしちゃうのは、しょうがないんで、大丈夫です。はい、こっから現像を始めましょう。とりあえず僕はね、円マスクを使います。まずこれ、ここの部分、中心にね、円マスクを置いて、フェザーはね、だいたい100ですかね。これ、0にするとね、もう、めちゃめちゃおかしいんで。だいたいもう100でいいです。で、ここの中心部分はそうですね、とりあえず2.4
2.4 ぐらい。さらに、ここに、明瞭度、クレアリティをちょっと加えます。こんな感じかな。はい。はい、次。ちょっと水面がね、暗いんで、水面明るくします。今度は、リニアグラディエントマスクを使います。水面をね、明るくしたいんで、インバート。で、これは、そうですね。これも2、これは 1.5EV ぐらいで。で、端から、下が全部明るくなっちゃったんで、ちょっとこの辺だけは明るくしたいんで、ここに除外、サブトラクトでもう一個リニアグラディエントマスクを追加して、今度は下から上方向に、マスクをかけます。そうすることで、この部分だけが明るくなりました。もうちょっと明るくしてもいいかもしれないですね。で、さらに、ここも明瞭度ちょっと加えます。30ぐらいかな。はい、どんどんマスクを足していきます。ちょっとこの辺もうちょい明るくしたいので、ここにも円マスク足します。こんな感じかな。で、ちょっとクレアリティ、明瞭度上げます。この辺ももうちょっと明るくしたいので、また同じようにマスクを足します。これも明瞭度開けます。クレアリティ。センターの中心の建物をもうちょっと明るくしたいですよね。ここも同じように、円マスクを加えます。ちょっとここの反射してる部分、日の出の光が反射してる部分をまず上げます。これも 1.5 ぐらいで、明瞭度上げます。これもフェザーは常に100です。次、この辺が暗いので、明るくします。
ちょっとこの状態のままだと、ちょっと空の部分にもかかっちゃってるんですよね。で、不自然なので、そういう場合は、今足したマスクで、サブトラクト、セレクトスカイ、空の部分をマスクから外すということですね。そうすると、ここの建物の部分だけにマスクが適用されます。この AI スカイの選択範囲なんですけど、結構甘いんですよね。右側の建物なんかも全部ね、隠れちゃってるし、正面のね、センターの建物も上の屋根の方もね、中途半端に、選択されてます。その辺はね、ちょっと Photoshop でやっぱマニュアルで選択しないと難しいかなと思いますが、今回は、そのままで進めます。だいぶね、この状態でもちょっとファインアートスタイルになってきたかなと思います。さらに進めます。今度はね、この端がちょっとね、暗いんで、ちょっと端のディテールを戻します。ここも使うのは円マスク。で、フェザーは相変わらず100。ここもプラス25ぐらい。で、明瞭度、クレアリティもちょっと与えていきます。こんな感じで。こんな感じかな。ちょっと休憩です。今、大阪中之島で、撮影をしております。あそこにね、見えるビルは大阪市役所ですね。大阪市の市役所です。非常にね、リフレクションが綺麗です。今は、ちょっと明け方ですので6時半、7時ちょっと前ですね。ND フィルター10段をつけて、PL フィルターで多少水面のね反射を調整しつつ撮影してます。一応計算ではね、5分なんですけど、早朝どんどんね明るくなってきます。そういった時はちょっと計算ね、アプリとかで出た、計算よりちょっと短めにした方がいいですね。じゃないとちょっと、どんどん日が出て明るくなってくるので露光時間が、露光が明るくなる傾向があります。なので僕は5分と出たところをちょっと1分短くして4分にしてますね。今日はいいんじゃないですか。非常に、綺麗な、ね、空も綺麗だしいいですね。いいと思います。はい、ここまでに追加したマスクです。7つのマスクがありますね。真っ暗なところ、ほとんどね、電灯しか見えない状態からマスクを追加して光を戻していきます。このどこに、マスク、ハイライトを与えるかで、見てる人の視線を誘導することができます。もう少しね、マスクを追加したいですね。
とこの流れてる雲のね、このハイライトの部分、もうちょっと明るくしたいですね。これも相変わらずの円マスクで、ちょっとハイライト上げ気味でって感じですかね。あんまりね、やりすぎると変になるんで、こんな感じで。あとちょっとこの辺がね、暗すぎるんで、この辺も、明るくします。これも相変わらずの円マスク。で、クレアリティ。あとは基本一緒です。これコピーして、こっちの方に持ってってもいいですよね。コピーになってなかった。コピーになってましたね。はい。だいぶファインアート、モノクロファインアートらしい見た目になってきましたね。この辺のね、ビルもちょっと暗すぎるんで明るくしたいんですけどね。ちょっとね、ライトルームだと選択範囲がね、甘いかもしれないんですが、とりあえず明るくします。これもね、ちょっと空の部分は、除外します。ここでね、ブラシとか使って、さらにね、明るくしてもいいです。拡大した上で、細かくやっていく。こんな風にやってってもいいです。はい。ちょっとね、奥のビルが明るくなりました。ちょっと全体的にビルが明るくなりすぎちゃったんで、ちょっと下の方を暗くします。はい。こんな感じ。ちょっと暗くなりすぎたかな。はい。これです。こんな感じかな。同じように、明るくしたいところ、明るくしてもらったらいいんですけど、ドッチ&バーンでいうどっちですかね。日本語で言うと、追い焼きと焼き込みっていうんですかね。で、気の済むまで、マスクを追加してください。ちょっとテクスチャーでね、こういう細かいところは、テクスチャーも追加したりして、いくといいと思います。どんどん追加しましょう。
ポイントはね、ちょっとずつやるってことですね。で、何箇所、同じところに何個マスクを置いても別に構いません。どんどん気にせず。作っていきましょう。ライトルームのいいところはね、こうやってマスクをいろいろ移動させて気持ちいいポイントを探せるってことですよね。意外なね、発見があることも多いです。はい。とりあえず今13個マスクを追加しました。で、このね、ハイライト見てください。まだね、ハイライトに余裕があるんで、なるべくね、多くの階調を使いたいんで、明るいところはね、ギリギリまで、ピュアホワイトをギリギリまで明るくします。これね、上げすぎるともちろん白飛びしちゃうんで、白飛びしない程度に上げてください。モノクロファインアート現像ライトルームだけでやるときに、このグローバルアジャストメントはあんまり使わない方がいいですね。結局ここで上げ下げしちゃうと、全体的に影響する範囲が及んじゃうんで、せっかく細かくマスクで選択して編集してるのに、そこが台無しになってしまうというかね。なんで、もしハイライトとかもっと与えたいんだったら、やっぱりマスクで与えていく。で、ここの電灯のハイライトをもうちょっと目立たせたいのであれば、ここを選択して、ちょっとだけやっていくと。ファインアートのファインは僕は微調整のファインでもあると思うんですよね。大雑把にやっちゃうとファインアートじゃなくなっちゃうんで、ファインチューンのファインアートですよね。だいぶファインアート、モノクロ風になりました。本来だったらこの辺の暗いところと、この辺のビルとかね、この辺とか、この辺とか、この辺のね、街灯一本一本とかもちょっと選択して明るくしたいんですけど、あんまりね、細かいのがね、得意じゃないんですよね、ライトルームっていうのは。だからね、ここまでするんだったら、フォトショップでやれっていう話なんですよね。ここ、もし街灯明るくしたいんだったら、こんな風に細いマスクを使ってやるとかね。でもね、ちょっと形がね、変なんですよね。ちょっと拡大しないと。これ200%か。
ちょっとね、もうめんどくさくなってきました。ちょっとね、こういうのはやっぱフォトショップでやった方がいいですよね。はい。まあ、だいぶ良くなってきたかな。ちょっとこの辺がまだ暗いかな。はい、全部で、マスク18個作りました。まあ、こんなもんかな。はい、ちょっとおさらいしていきましょう。今ね、最初の暗い画面にしました。一個一個マスクを戻していきます。マスク4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、6、17、18、18個のマスクですね。まあ、その上でね、グローバルアジャストメント、カーブとかでね、若干コントラストを加えてもいいですよね。はい。こんな感じでしょうか。ちょっとビフォーアフター。これから、これがね、現像後。まあ意外に雰囲気いいかなと思いますね。ちなみに、最初にやったものは、こんな感じなんですけどね。ちょっとだいぶ違う感じですね。ちょっと最初にやったものは、最初に僕がちょっと試しにやってみたのは明るいかな。こっちの方が好みかな。はい。まあ、ライトルームでもね、ここぐらいまでは持っていけますね。はい。まあ、細かいね、選択とかやっぱりちょっとまだまだライトルームでは難しいんで、やっぱその辺はフォトショップでやった方がいいと思いますね。ちなみにね、これ、フォトショップで現像したバージョンもあります。それがこちらです。だいぶね、やっぱりフォトショップは思い通りにというかね、細部の選択とかできるんで、まあこれぐらい、追い詰めた現像ができます。左がね、ライトルームだけでやったもの。右がフォトショップでやったもの。細かい選択ね、やっぱディテールがやっぱり、フォトショップの方が出せる。まあ当たり前なんですけどね。まあライトルームでももっと追い込んだら、近くはなると思うんですけどね。それやるんだったらフォトショップでやった方が早いですよね。ライトルームでマスクどんどん追加していくと、ちょっと処理もね、重くなっていくんですよね。まあ、これがね、フォトショップですけどね。うん。まあ僕はね、フォトショップで慣れちゃってるんで、やっぱ最後はね、最後っていうか、フォトショップで作業
することを前提にライトルームも使ってます。僕は Photoshop でね、現像する前に、だいたいライトルームで Photoshop での現像する前のイメージを固めますね。だから僕はこれをドラフト、下書きと呼んでいます。もちろんね、これで終わりって言っても別に悪くはないと思うんですけど、僕はもっとディテールを強調したいし、その写真が持っている可能性を最大限までに引き出したいので、Photoshop で現像します。ただ、ライトルームでのこのイメージ固めっていうのは僕にとってかなり重要な位置を占めているので、いきなり Photoshop で現像を始めるんじゃなくて、まずはライトルームで、完成形のモノクロファインアートの完成形のビジョンを固めていくのは、とても大切なので、今回動画でお伝えしました。最後に、またね、Photoshop バージョンの、制作開始から完成までの動画をまとめましたのでご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。